こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の技法や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングをお届けしています。今回は久しぶりに画材のレビューをしてみようと思います。ご紹介するのはクレール・フォンテーヌアクアパッドです。以前、クレール・フォンテーヌのフォンテーヌという水彩紙をレビューしましたが、それとはまた別のアクアパッドという紙を手に入れました。気になっていたので、ようやく試せるのが楽しみです。いろいろ塗ったり技法を試す前に、まずこのアクアパッドという紙の特徴を見ていきましょう。アクアパッドはその名前の通り、水彩に適しているパッドタイプの水彩紙です。ペロッと表紙をめくると、一番上の辺だけ糊止めされていて、1枚ずつ剥がして使う仕様になっています。素材はセルロース 100% の中性紙で、紙の目は中目。厚さは 300g 毎平方メートルです。しっかりとした厚みがあり、水を多く使った表現にも耐えてくれそうです。今回購入したのは A4 サイズですが、他にも A3 や A5、A6 やポストカードサイズもあります。で、今回 Amazon で購入したんですけれども、パッドタイプじゃなくてスケッチブックタイプのものも見かけました。値段はサイズによって変わりまして、A4 サイズは50枚で3520円でした。ポストカードサイズは10枚で385円なので、ちょっと試してみたいなという方には手軽でいいかもしれません。一冊でたくさん紙がついていて、たっぷり書けるのも嬉しいですね。水彩の他にも鉛筆や色鉛筆、フェルトペンやアルコールマーカーに適しているそうです。で、このアクアパッドという紙はセルロース 100% で作られていて、以前レビューしたフォンテーヌという水彩紙はコットン 100% でした。セルロースとの書き味の違いも気になるところです。それではいくつかの水彩技法を試して実際に使ってみた感じを確かめてみましょう。紙の目、中目とのことですが、表面はこんな感じです。触ってみると結構さらりとしています。右側にフォンテーヌの中目を持ってきてみました。目で見る限り結構似た紙の目をしています。触ってみた感じはアクアパッドの方が表面がサラッとしています。もしかしたらコットンとセルロースの感触の違いなのかもしれませんね。動画が横画面なので横向きにして使っていきます。まず一番最初に試す技法はウォッシュです。絵の具をたっぷりの水で溶いて塗ります。こちらの色はイミダゾロンイエローという色です。紙を筆に置いた感じがとても滑らかです。ではこのまま乾くのを待ってみます。はい、完全に乾きました。塗っている時に紙の目がガサガサしてかすれちゃったりとか塗りにくいなと感じることが全くなかったです。絵の具もムラなく塗れているんじゃないでしょうか。今ね、3箇所同じ色塗ったんですけれども、この真ん中の色に次は違う色を重ねてみます。ウェットオンドライ重ね塗りです。こちらの色はフタロブルーイエローシェードです。塗っている時に下に塗った色が溶け出して動いちゃうっていう感覚もないですし、筆を激しく動かして重ね塗りをしても下に塗った色が溶け出して混ざってしまうっていうトラブルが少ないかと思います。今横に筆を動かして塗ったんですけれども、若干筆跡は残りやすいかもしれないです。黄色と青が重なった綺麗な緑になりました。ちょっと元の色もお見せしたいので、下の方にもう一回フタロブルーイエローシェードを塗っておきますね。重ね塗り問題なく綺麗にできました。こうなると一旦乾いた色を再び水で濡らしても動きにくいんじゃないかっていう予感がしてきます。次に試すのはリフティングです。もう完全に乾いた色を再び水で濡らしてティッシュで拭き取って色の取れやすさを見てみます。リフティングがしやすいと色がはみ出した箇所の修正もしやすかったりします。さあどうでしょうか。すごい結構ちゃんと取れますね。イエローがね一段薄くなりました。下のフタローブルーの方もリフティングしてみます。フタローブルーの方も水で濡らしてティッシュで拭き取った箇所をワントーン明るくすることができました。こうやって見てみると重ね塗りも綺麗にできますし、かといって全く下に塗った色が動かないわけじゃなくて適度にリフティングもできる、今のところかなり優秀なんじゃないでしょうか。続きましてウェットオンウェット、色をにじませてみます。さてどんな風に模様が広がるでしょうか。画面をきれいな水で濡らした上に色を置いてみます。
水の流れに沿ってふわっと絵の具が広がっていきます。このまま乾くまで見守ってみます。はい、結構大胆に模様が広がりました。ウルトラマリンディープのグラニュレーションカラーの特徴もよく現れていると思います。コットン 100% のフォンテーヌ水彩紙を右側に持ってきてみました。コットンとセルロース、素材の違いでにじみの広がり方も変化しています。水を広げていて思ったのですが、アクアパッドは乾くまでのスピードが緩やかで落ち着いて作業ができます。そうしましたら次は複数の色をにじませてみます。ピーコックブルーとビリジャンヒューを使いたいと思います。下のビリジャンを塗った部分、髪の目の凹凸がよく現れています。やっぱり筆を動かして塗っている感じがとっても滑らかです。途中で線がかすれたりすることも少なくって、ストレスなく色を塗り広げることができます。2色の重なっているところも綺麗に発色していると思います。そうしましたら次はこちら、塩を使った技法を試してみたいと思います。使う色はローズマダーです。ソルト技法については詳しくはこちらの動画を見ていただきたいんですけれども、絵の具が乾かないうちに塩をパラッと振りかけることによって独特の模様を作り出すことができます。こんな感じになりました。塩の粒を置いた部分がはっきりと丸く白抜きされているのがわかります。ちょっと特徴のある模様が出ましたね。今回は岩塩を使いました。髪の目が比較的フラットなので、塩の結晶もちょっとエッジが効いていると言いますか、はっきり現れやすいなと感じました。さあ次はお隣、ドライブラシを試してみます。筆先をかすらせて塗ります。こちらの色はフーカスグリーンです。平筆も使ってみたいと思います。とにかく滑らかで塗りやすいです。ドライブラシも筆の先まで結構綺麗に塗ることができたんじゃないでしょうか。最後に試すのはマスキングです。こちらのウィンザーニュートンのアートマスキング液使っていきたいと思います。マスキングといえばもうすでにこのアクアパッド全体をマスキングテープで区切って塗っているわけですが、一番最後にこのテープをねバーって剥がして紙が破れたりしないかどうか見ていきます。今のところとっても順調でね、扱いやすい水彩紙なのでマスキングで破れたりしないといいんですけれども、それではインクが乾きましたので色を塗ります。コンポーズグリーンです。それでは乾いたので剥がしてみていきましょう。はい、インクの方とっても気持ちよく剥がすことができました。さあテープはどうでしょうか。テープの方も紙の表面を傷めることなく綺麗に剥がすことができました。やっぱり厚みがしっかりあるだけあって紙の強度もバッチリですね。剥がしたところ近寄って見てみても全然何の問題もないです。全く表面もむけることなく綺麗にマスキングできています。さて今回試したクレール・フォンテーヌのアクアパッドですが、以前取り上げたフォンテーヌ水彩紙でも同じ技法を試してみました。いくつかのポイントで比較しつつ感想を言っていきたいと思います。まず紙の目についてなんですけれども、フォンテーヌの方が筆を動かした時に紙の表面にガサッとした抵抗感があります。この抵抗感がいい紙の風合いを作ってくれていると思います。で一方アクアパッドの方が、筆跡若干残りやすいものの非常に滑らかに塗ることができます。この滑らかさが特に大きな面を塗るときに気持ちいいです。でどちらの紙も紙の目による表情の違いがありますが、
好みに応じて選んでもらえたらと思います。どちらも発色の良さは変わりません。アクアパッドはにじみが大胆に広がりやすいと感じました。髪の表面が乾くスピードが緩やかなので、落ち着いて色をにじませることができ、じっくり作業がしやすいです。以前の動画でも言ったと思うんですけれども、フォンテーヌは一回乾いた色を再度水で濡らしても取り除きにくい、リフティングがしにくい髪なので、そこだけ注意していただけたらと思います。アクアパッドで少し気になる点としては、筆跡の残りやすさと、この髪の上辺のみのり止めされていて、あとはペラペラっと剥がれるようになっているので、髪の上の方は大丈夫なんですけれども、下の方、反り返りが多少気になりました。こうした反り返りに関しては、書く前にパッドから剥がして水張りして使うのも一つの方法かなと思いました。アクアパッドは水彩画を始めたばかりの人や不慣れな人でも優しく迎え入れてくれるとっても使いやすい水彩紙です。髪の上の凹凸が主張しすぎないので、細部まで細かく書き込んだり繊細な表現にも向いています。そして価格面でもアクアパッド非常にお得です。 A4 で50枚ついていて3520円。フォンテーヌは18センチ ×26 センチのサイズで20枚ついて4950円です。この価格差を考えると、アクアパッドは練習用に気兼ねなくじゃんじゃん使える水彩紙という印象です。失敗した時の痛手が少ないので気軽に使える点も魅力です。どちらかというと普段使いに適している印象です。またサイズについては、アクアパッドは A 版とポストカードサイズ、フォンテーヌはポストカードサイズの他に、こちらの18センチ ×26 センチ、23センチ ×31 センチ、26センチ ×36 センチ、31センチ ×41 センチと独特なので、購入時にはサイズに気をつけてください。どちらの紙も非常に優秀で使いやすい、正直ちょっと文句のつけようがない水彩紙です。こちらのフォンテーヌも大好きでメイキング動画に何回も登場してますし、アクアパッドもこれからヘビーユースしていきたいと思っています。ということで今回はクレール・フォンテーヌのアクアパッドをレビューしてみました。一人の絵描きの意見として参考になったら嬉しいです。よかったぞという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたの一押しが励みになります。他にも動画たくさんありますので、気になった方は再生リストなどチェックしてみてくださいね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。